日はロール白菜を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ロール白菜を作っていきたいと思います。白菜をですね、ロールキャベツのようにして巻いていくんですけれども、爪楊枝いらずで綺麗に巻くコツをご紹介していきたいと思います。材料が手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにロール白菜の材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、豚ひき肉、玉ねぎ、パン粉、牛乳、マヨネーズ、片栗粉、塩コショウ、こちらの材料で作っていきます。まずひき肉に関してなんですが、こちらは今回豚ひき肉を使っていきます。こちらはお好みで合いびき肉や鶏ひき肉を使っていただいても OK です。お好みのものを使って作ってみてください。そして白菜ですね。白菜はできるだけ大きめのもの、こちらを用意してください。もしない場合はサイズを小さくして巻いていただくといいかなと思います。そして今回肉ダネの中にマヨネーズを加えていきます。マヨネーズを加えていただくことで肉ダネがふんわり柔らかい仕上がりになります。続いてスープの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、お砂糖、顆粒のコンソメ、お水、ローリエ、こちらの材料で作っていきます。今回はベーシックなね、コンソメ味にしていきたいと思います。少しね、お砂糖を加えていただくとコクが加わって美味しい仕上がりになります。ローリエはね、香り付けですので苦手だったり、もしない場合は抜いていただいても大丈夫です。入れていただくとね、より本格的な味に仕上がります。ということで、早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずですね、こちらの白菜を水洗いしてください。そしたらですね、耐熱のお皿を用意してください。ここにね、白菜を交互にね、並べていきます。こんな感じです。はい、このように並べます。少しね、はみ出ちゃってるんですが、ここにね、ふんわりラップをかけます。そしてこちらを電子レンジ 600W で6分加熱してください。はい、6分加熱しました。今ね、すごく熱い状態なのでやけどしないように注意してください。こちらの白菜はラップを取らずにこのまま3分ほど蒸らします。それではですね、白菜を蒸らしている間にまずパン粉をふやかします。こちらね、パン粉をふやかしておくとお肉との馴染みが良くなります。パン粉に牛乳をかけましょう。そしてなじませます。はい、パン粉はこのようにふやかしておいてください。それでは続いて玉ねぎをみじん切りにしていきます。できるだけね、細かめのみじん切りにしましょう。細かく切った方がね、お肉との馴染みが良くなります。はい、玉ねぎはこれで OK です。はい、3分経ちました。そしたらね、ラップを外してください。すごく熱いのでやけどしないようにね、注意してください。はい、そしたらですね、まず白菜の水分を拭き取ります。そしてこの根元部分ですね、ここは厚みがあって巻きにくいので少しね、そぎ取ります。ただ穴を開けないようにだけね、注意しましょう。このようにね、厚みを揃えてください。こちらをですね、後ほどみじん切りにして肉ダネに入れていきます。それではね、残りも同じようにこの根元部分をそぎ取っていきます。はい、これで OK です。このように根元部分をそぎ取ってください。そしたら余ったこの根元部分ですね、こちらはみじん切りにしていきます。玉ねぎ同様にね、ちょっと細かめにみじん切りにしてください。はい、 OK です。でね、今ちょっとね、まだこの根元部分が水っぽいので、キッチンペーパーでね、しっかり水分を拭き取ってください。白菜の根元部分はこれで OK です。それではね、肉ダネを作っていきます。まずボウルにひき肉を入れます。そしてここにまずね、お砂糖を加えて、そしてしっかり揉み込んでください。最初にね、お砂糖を入れていただくとお肉にしっかりお砂糖のコクが入ります。なので一番最初にね、このようにしっかり揉み込んでください。
はい、そしてお砂糖を揉み込んだらここに塩コショウを加えます。そしてまたしっかりね、お肉にちょっと粘り気が出るまで揉み込んでください。このようにね、しっかり揉み込んでください。そしたら続いてここにふやかしておいたパン粉と、あとはマヨネーズ、そして片栗粉を加えます。これで一度しっかり揉み込んでください。この時に玉ねぎを入れちゃうと玉ねぎのね水分が出てきてしまうので、しっかりねこのように肉種を作ってから玉ねぎと白菜を入れてください。はい、これで OK です。そしたらここに玉ねぎと、あとは白菜を加えます。そしてふわっと混ぜましょう。はい、肉種はこれで OK です。それではこちらを6等分にしていきます。大体で OK です。はい、このように6等分にしてください。それではね、白菜をまな板の上に置いてください。まず肉種を取って肉種のね空気を抜きます。そして少し形を整えましょう。形を整えたら白菜の手前部分に置いてください。そしてくるっと巻きます。結構ねきつめに巻くようにしてください。このままね最後までくるくる巻きましょう。少し両端をね押さえながら巻いてください。はい、このように巻きます。そしたらですね、両端をこの内側にね折り込んでください。これ詰め込むイメージですね。はい、こんな感じ。こちらもはみ出てる部分を中に入れ込みます。こうやっていただくと爪楊枝なしでもねしっかり留めることができます。ただ心配な場合はね、この巻き終わり部分を爪楊枝で留めてみてください。パスタなどを使っていただいてもいいかなと思います。はい、こんな感じです。それではね、残りも同じように巻いていきます。はい、巻き終わりました。今回は全部で6個分になります。こちらはね目安にしてみてください。大きさで言うとね、1個約10センチぐらいの大きさになってます。結構ね大きめのボリューム感のある仕上がりになってます。小ぶりにする場合はだいたいね8個ぐらいはできると思います。こちらはお好みでね調整してください。あとね、もし葉っぱの部分がちょっとね足りない場合は他の葉っぱで補正しながらね巻いてみてください。それではこちらを今から煮込んでいきます。それではロールキャベツがぴったりね全部入るぐらいのお鍋を用意してください。そしてこの巻き終わりを下にしてお鍋に並べていきます。はい、こんな感じでねぴったり並べてください。そうすることでね白菜が剥がれにくくなります。そしたらここにまずお水、そしてお醤油、みりん、そして顆粒のコンソメを入れます。はい、で軽くゆすります。はい、そしたらですね、ここにローリエを入れてください。そして火にかけます。火加減は中火です。このまま一度沸騰させてください。はい、くつくつ沸騰してきました。そしたら火加減弱火にします。そしてやけどしないように落とし蓋をしてください。このようにね落とし蓋をしていただくとしっかり味も染み込んで、かつこのロール白菜が崩れにくくなります。そしたらここにさらに蓋をしてください。そしてこのまま火加減弱火で20分煮込んでいきます。はい、20分経ちました。蓋を開けます。そして落とし蓋を外します。このようにね形も崩れず白菜がとてもトロトロで美味しそうな仕上がりになってます。味見をしてね味の濃さはお好みで調整してください。それではねお皿に盛り付けたいと思います。はい、これでロール白菜の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように白菜はトロトロでとても美味しそうな仕上がりになってます。そして断面はねこんな感じです。肉種がとてもジューシーな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。中のねお肉がすっごくジューシーです。そして白菜もトロトロでしっかり味も馴染んですごく美味しいです。は
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のロール白菜のポイントです。まず白菜なんですが、大きめの葉っぱを選ぶようにしてください。もしね、小さめの葉っぱの場合もですね、何枚か重ねていただければうまく巻けると思います。あるいはですね、ちょっとちっちゃめに作っていただくといいかなと思います。そしてこの白菜なんですが、水洗いした後交互に重ねてふわっとラップをかけて電子レンジで加熱してください。今回私はね、電子レンジを使ってるんですが、もちろんお湯で茹でていただいても大丈夫です。電子レンジで加熱した場合は、加熱し終わった後そのまま3分ほど蒸らしてください。そうすることで全体がとても柔らかくなります。そしてこの白菜なんですが、根元部分が分厚くて巻きにくいと思いますので、少し根元部分をそぎ取ってください。そぎ取るときはね、手を怪我しないように注意していただきたいのと、あとは穴が開かないようにだけ注意してください。そしてそぎ取った部分に関しましては、細かくみじん切りにして肉種の中に入れてください。そして今回はですね、肉種の中にマヨネーズを加えてます。マヨネーズを加えていただくと、とても柔らかくてジューシーな仕上がりになります。そして巻く時のポイントです。巻く時はですね、手前に肉種を置いてきつめにくるくる一度巻いてください。そして余った両端を中に押し込みます。そうすることで爪楊枝なしで留めることができます。ただもしちょっと不安な場合は、巻き終わりの部分を爪楊枝で留めてください。そして煮込む時のポイントです。煮込む時はロール白菜がね、あんまり動かないように、できるだけね、ぴったりするようなお鍋を選んでください。そして敷き詰める時は必ず巻き終わりを下にして敷き詰めてください。あとはですね、じっくり20分煮込むだけなのですごく簡単です。煮込む時はですね、上に落とし蓋をしていただくことでロール白菜が動きにくくなるので、その分煮崩れしにくくなります。今回はとてもシンプルなコンソメ味にしたんですが、スープはね、好みでね、いろいろアレンジもしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はロール白菜を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。